こんにちは、ちゃんゆわです。今日は B リーグの初めての観戦方法を説明していきたいと思います。B リーグ今、パリオリンピックがあったのはあるんですけど、渡辺裕太さんが日本に帰ってこられて、それで B リーグでやってくってなって、余計に熱が上がったというか、もともとそのワールドカップからすごい人気が上がってきたんですけど、だいぶ今はほんとチケットも取りづらくなってきて、なかなか行けない、チケットがなかなか取れないみたいなことは多いですね。まず B リーグのチケットの買い方なんですけど、各チームのファンクラブに入って、チケットサイトで買うか、ファンクラブに入らずにチケットを買うかのどちらかになります。ファンクラブに入ってチケットを買うと、チケットが多少安くなったりするチームもあります。それがなくてそのままチケットの値段がそのままのチームもあるので、入る入らないは自由なんですけど、ファンクラブに入ると、チームによっては、そのチームのホームでの試合の時にサイン会があったりとか、抽選なんですけど、そのサイン会が当たればサイン会に参加できたりとか、あとはファンクラブに入ってると先行入場ができたりします。でまずそのチケットの買い方なんですけど、 B リーグのチケットサイトにて、行きたいチームのチケットをまず選びます。そして、座席を選んで購入します。クレジットカード、ペイペイ、コンビニ払いで買えます。チケットの値段なんですけど、高いと4万5万ぐらい、ファイナルとかだと6万ぐらいするんですけど、安くて数千円で行けたりとか、あとは無料招待とかもあるので、そういうので行けたりもします。B リーグの試合は、基本同日水の週3回あるんですけど、一応B1 の場合はバイウィークって言って2週間休みが2回ある感じですね。あとはもう同日水でずっと試合があるっていう感じですね。なんで試合数は本当に多いです。なんであっち、沖縄行ったり、北海道行ったり、福岡行ったり、長崎行ったり、いろいろな県に行けますね。すごい楽しいです。初心者さんにおすすめの席は、コート全体を見るんだったら、コートサイドって呼ばれる場所、ベンチの裏だったりとか、ベンチ向かいの、2階3階とかもそうなんですけど、結構そこが見やすくておすすめです。コートサイドの1列目にもし座ることがあると、ボールや選手が飛んできたりとかするので結構危ない席ではあるので、蓋付きのないドリンクとか結構危ないので気をつけてください。 B リーグは写真撮るのが OK なので、カメラで写真を撮る人はゴールエンド、ゴールの後ろ側で見る方が多いです。ちなみに私は結構ゴールエンドで見ることが多いです。たまにコートサイドで見て写真撮ったりもしてます。あとはゴール下って結構何やってるか分かんなかったりとかするんですけど、それが分かりやすい。見ててあれみたいなとか、あとダンクの瞬間とかめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。そういうシーンが結構近くでしっかり見れるっていうのがいいのと、ベンチが近いんで、ベンチが結構盛り上がったりするんですよ。ゴール決めるとそういうのが見れたりするから結構面白くて、ゴールエンドはいいですね。本来のアウェーの選手、ホームの選手っていうのが入場するのが大体試合の30分前ぐらいにそういう入場があって試合が始まります。あとは
まあチアリーダーの、パフォーマンスがあったりとか、ハーフタイムショーって言って、20分のハーフタイム、前半と後半の間にあるショータイムをハーフタイムショーって言うんですけど、そこで、いろんな方が来てハーフタイムショーをやったりとか、チアのパフォーマンスがあったりとかしますね。それを見たりとかできます。会場の男女比、どうだろう。ほんと会場によりけりなんですけど、だいたい女性の方が多い会場が多いかなって感じです。沖縄だけは本当に男性の方が多いです。沖縄はなんかバスケが人気なのか、そういう感じですね。一人の人も多いです。私一人でも行きますし、友達とも行くんですけど、だいたい一人で行ったりしてます。一番大事なのが、会場によっては飲食物一切持ち込み禁止の会場もあります。一応ペットボトルは持ち込み可だったりするんですけど、お酒を、売店その会場でキッチンカーとかで売ってるお酒以外は持ち込み禁止だったりとかもします。なんで基本的には、会場内で買うようにしてください。で、試合が始まると動画は15秒以内で、SNS に上げることは可能ですが、それ以上、その15秒以上の動画は NG でやってます。あとフラッシュを焚いた、写真撮影、動画撮影は禁止となってます。私が行ったことある、ちょっと会場だけにはなるんですけれども、グッズが買える場所があるんですけど、そういうグッズ買うところも結構混んだりはするので、早めに行くのがおすすめです。だいたい2時間前ぐらいからは空いてるので、ファンクラブに入ってればだいたいその2時間前ぐらいから行くことはできます。結構狭い場所だと混んでなかなか買えなかったりとかするんですけど、広いところだとレジが多かったりとかして混まずに買えたりはします。グッズでそのユニフォームのレプリカのユニフォームだったりとか、あとは選手のアクリルキーホルダーとかアクリルスカとか缶バッジとか、そのガチャガチャとかもあるんで、結構グッズは面白いと思います。私は自分の好きな選手のやつを全部買ってましたね。その缶バッジとか、あとアクスタとかタオルとか、ユニフォームも含めて全部買ってましたね。ユニフォームはチームによるんですけど、だいたい1万2、3000円ぐらいだと思いますね。ただそのファンクラブに入ってるとファンクラブの特典で一緒にそれが届いたりとかもします。ユニフォーム着て応援してる方多いですね。ユニフォーム着てタオル持ってとか、あとは T シャツがあるんで、選手のその T シャツを着て応援してる方もいます。B リーグって調べるとその B リーグのサイトが出てくるので、それで選手とかも見れますし、チームも見れるので、そこから推しの選手を見つけるなり推しのチームを見つけてもいいし、あとはバスケットライブっていうアプリがあるんですけど、それで配信で見ることもできます。なんで現地に行かなくてもそういうアプリで見たりとかもできるので、ぜひ B リーグを見ていただけると嬉しいです。初めて見るなら、そのハーフタイムショーとかも含めて面白いのはアルバルク東京か、ちょっとほんと遠いんですけど沖縄琉球ゴールデンキングスは本当に試合がいいので、試合もいいし会場もいいので行ってみてほしいですね。会場が結構 NBA と同じような仕様なのでめちゃくちゃいいです。あとめちゃくちゃ広いんで、
見やすいです。4階とかからでもすごい見やすいんですごいおすすめですね。ぜひ京都ハンナリーズの試合にぜひ行ってください。私の推しチームなのでぜひよろしくお願いしますでもこっちでその涙袋のライン引くのはすごいおすすめです。であとが普段使ってるリップがもう多分あるかわかんないんだけど、